どうもこんな格好で申し訳ない水道管料理の橋本です。はい。じゃあちょっと折らせていただきますね。折れるのかな。すごいね先生、こんな環境でさっさ折るんだね。違いますか？全然違う。その監視の立ち方が違うからね。もうちょっと寝てるんで。すごい。いや、こんなのなんでできるの？できます。というところでね、はい、ちょっと恥ずかしい。じゃあよろしくお願いします。お願いします。今日はですね、おととい神の手チャレンジの大会がありまして、そちらで、見事優勝されました、外科の橋本先生に、自宅に来ていただいてます。お招きいただきありがとうございます。ありがとうございます。はるから来ていただいて、明日三重でマラソンの大会があるそうです。そんな格好してます。はい、で、今日せっかくなんで、お話を伺っていきたいなというふうに思うんですけれども、ちょっと緊張して話すことを忘れちゃうので、一つずつちょっといきたいと思うんですけれども、まず先生は今まで折った折り鶴の数を教えていただいてもいいでしょうか。今日朝折ってきたから今ね11,835になりました。ああ、すごいですね。もうすごいですね。僕は3000くらい並べるのとちょっとレベルが違う。ちょっとおかしいですね。そしてベストタイム教えていただいて。ベストタイムは頭失敗したやつが多分1分52だったんですよ。それ多分気に入らなくて捨てちゃって、だから公式記録としては1分59ですね。それは再現性があるから一応1分59です。ものすごいです。はい。もう本当に速い人でも3分切ったらもうとてつもなく速いっていう、そこからさらに1分詰めてるっていう。おかしいよね。すごい。なんかできちゃったんですよ。はい。じゃあ橋本先生の凄さを知っていただいて本題に入っていきたいと思うんですけれども、このトレーニングを始めたきっかけから現在に至るまで、折り鶴と、あるいは臨床のこととか絡めてお話伺えたらと思うんですけれども、技術認定試験ってあるじゃないですか。内視鏡外科の技術認定、あれ落ちた時のコメントに要は雑で左手が下手くそだって書いてあったんですね。でこの下手くそっていうかなんか雑とか下手くそってこうなんだろう、修正するのって難しくないですかっていうのは、どうやったらそれが雑じゃなくなるかって実際の手術で治すのって難しくて、何か基準がないとできないと思うんですけど、でも実際にそれって人に言われないとわからないし、人に言われてもわかんないことってありますよね。例えばお手本とどのぐらいずれてるのかってわからない人いっぱいいると、僕も多分わからないと思うんだけど、例えば字書いてる時にその字がうまいか下手かってお手本とどんだけ乖離してるかって見てわからないこともあると思うんですよ。でも指摘する人がいたら治るけど、そういった部分でその手術の所作動作が雑だとか下手くそだって言われた時に客観的に理解する方法がない、自分の中になんとなく分かります。その時にたまたま折り鶴の動画見て、こんなことできるんだと思ってやってみたら全くできなかった。最初の1時間以上かかって、その時にこういうことできる人と同じ土俵の上に戦わなきゃいけないってなった時に、まずこれできるようにしたら雑って言われなくなるかなっていう、そんな感じかな。始めたきっかけは、できなかったからちょっと悔しかったし、何かとかできるようにしたいっていう、結局何か明確なその指標となるような、自分の監視操作の指標となるようなものを自分の中に設定しないと、雑っていう部分がこう客観的な評価難しいから、その雑が解消できないと思ったんで、鶴折れて雑って言われたらもうしょうがないかなって思うんだけど、っていう部分だったと思いますね。であとはもう学年的には執刀させてもらえる学年じゃなかったから、もう若い子に執刀させなきゃいけないから、今から端的でやり直すとかできなかったんで、長いことグラフだったからね。そしたらその鶴でその基本的な所作と反復する感じでやってましたけど、それでもなんだろう、毎日やっちゃうと疲れちゃうから、空いた時間にやる感じでやってましたね。でそこから、
織り始めて、どれくらいのペースで何年間ぐらい続けられてますかね？僕2012年の7月から織り始めてて、でまあ1回がやっぱり最初1時間かかったのが、まあ、どっかで30分ぐらいになって、30分ぐらいになってもやっぱり1日に1話とかですね、週3回とか4回とかで、そのうちに15分ぐらいになると 1回の練習で2話になって10分になったら3話になってって3、40分で終わるぐらいの感じで練習してましたけど、それで結局1000羽折るのに3年半かかってるんですよね。で多分600羽ぐらいの時に技術認定通ってるんですけど、その時は下手くそだって言われてなかったですね。その技術認定を取れたことが折り鶴は関わってるとそうで、僕のその執刀数、患者で練習するなんていつも言うけど、実際にでも手術って患者さんから絶対フィードバックを受けてるので、そういった意味では、やっぱり折り鶴で左右のコーチ性が、ハンドアイコーディネーションが良くなってコーチ性が上がってる部分っていうのはだいぶ寄与してるんじゃないかと思いますけどね。ありがとうございます。そこからもずっと今までも練習を続けて、今はもう1日先生のSNS の投稿を見ると10話とか20話とか、そうね、20話はあまりやらないけど10話でだいたい3、40分だから今は。だからその一つの練習単位としてはまあほどほどかなとやってますけど。ほどほどって5分ぐらいの時は5話だったんですよね。やっぱりそれ以上やると疲れちゃうし、そんだけの時間練習するの難しいでしょ。だから先生とか当直の時とかされてるけど、同じような感じで時間のある時しかできない。練習において大切にしていることっていうのがあったら教えてください。なんだろうな、大切にしてること。今回は大会のためになんかちゃんと早く折るとかきちっと折るってやってたけど、あんまり大切にしてるっていうか、テーマは決めてます。時々何話から何話までこれでやろうとか、例えばさっきリガシアで折ってたけど、ここまでちょっとリガシアでちゃんとやろうとかっていうテーマは決めてやる。例えば先生は特に最初は綺麗に折ることを、一番にしているとか言ってみましたけれども、そういう大会に向けてタイムを重視したり、自信機で折ったり、あと違う監視でも折ったり、そうですね、すごくいろいろな工夫をされてて、もう本当に多方面でいろいろなことを試されているなというふうにとても感じます。質問というかコメントになっちゃいましたけど、なんだろう、やっぱり自信機って折ってるって、その両手自信機って本当に折り鶴折るためだけみたいになってて、昔はでも両手自信機みたいなのあったのよ。フラミンゴとかあるでしょ。だから糸方向結紮の時両手自信機みたいな形の違うのやってたので、今はもう普通の監視で皆さんされるじゃないですか。そうですね、産婦人科の先生とか多いですね。ただ泌尿器科は両手自信機も前立腺前庭、膀胱尿道吻合、左右ぐるっと一周縫わないといけないので、両手自信機の人は多いですね。僕は昔ハーモニックで折ってた、最初の頃はハーモニックで折ってたんだけど壊れちゃって、で耐久性の耐久性のある自信機に切り替えたら、そっちの方が綺麗に折れたんで、自信機ずっと折ってるんですけど、ある程度折れるようになった時に先生とかがリガシアで折るのを見てて、でリガシアで折るんだと思って練習してましたね。いろいろ試して。ありがとうございます。ではですね、ちょっと話はガラッと変わるんですけれども、一昨日も少し話をしてて、結構同じなのかなというふうに思ったんですけど、この練習をしていると疎外感を感じるというか、同じ気持ちになってくれない人が多いんですね。同僚の反応っていうのはどうかっていう、どうでしょうか。髪の毛チャレンジを最初始めた頃って結構みんなやったのよ。面白がって、髪の毛チャレンジのまだ市川先生のブログの段階の時は静岡の方からいっぱいエントリーしてたの、10決の中に。で今も続けてる人もいます。でもう今僕みたいにやらないで、その手術の前とかたまに
自分の動作確認のためにやってる人もいるし、それからやっぱりやろうよって勧めて若い子に勧めてるような人もいるし、だから実際に神の手チャレンジにあそこに集まってる人間以外にかなり裾野は広いんだと思いますけど、ただ今の状況は僕がおかしくなっちゃってるもう誰もついていけなくなっちゃってて、同僚とかはあんまりやらないし、同僚は手術でちゃんと忙しいから、でも研修医の子とかやらせると喜んでやるし、うちの初期研修医は外科回ったら鶴折らされるっていうのがなんかみんなこう情報として回ってるので一応付き合っておくれます、ありがとうございます。あとは患者さんなんかも、ご存知でしょうか、先生はっていう。僕この間ほら新聞とかテレビに出た1万番の時に出たじゃない、だからあれで知ってるのと、例えばGoogle で検索するとその前から鶴折ってるで出てきてたみたいだから、みんな調べてくる人は知ってるので。なるほど。そうだから1万番の時はなんかボソッと患者さんがその退出間際に「見ましたよ」とか言ってそれで何割ぐらいいるとか言ったら6割ぐらいとか結構反応ありましたね。いまだにまだ折ってんのとかっていう人がいるし。なるほど、有名ですね先生ねえ全然知らなかったんだけどそんな感じになってますね。ありがとうございます。またじゃあ話を変えていきたいんですけれども、初心者の方に向けて、あとは練習詰まってる方に向けてっていう話をしていったらと思うんですけど、何話ぐらいを目安に練習するといいか、あるいは目標のタイムですとかっていうのを、本当に始めた初心者の方ですとか、あるいはある程度やったら19社の先生にどれくらいのタイムに設定したらいいかっていうのは、1万倍以上折る必要があるのかっていうことも含めて1万倍以上折った先生って本当に少ないと思うので、そうですね、伺ってみたいかなと思いますけど。1万折るのはちょっとおかしいよね他にも1人2人知ってるけど、それはそれで面白いし自分にとって役に立つと思ってるからやってるんだと思いますけど、一つの目安としてやっぱり自分の鉗子がスースーっと動いてる感覚になればいいから、どうなんだろう、5分ぐらいで折れたらもうほとんどもうその後続ける必要ないと思うし、僕が技術認定取った600話の時はその頃はまだ早く折るって感覚がなかったんだけど15分ぐらいだったし、で神の手チャレンジのランキングももともと神の手が6分なんだよね。それと時代に早く折れる人がいなかったから、今みんながこうやれるようになって早くなったんだけど、だから僕全然5分でも十分すぎるぐらいだと思うし、ただ綺麗に折れないとぐちゃぐちゃじゃなくて頭のパートとか方向とか綺麗に折れるような形だったらいいんじゃないかなと思ってます。ただその頭とか尻尾って実は本当の監視操作には意味あるのかなってちょっと思ってる部分があって、ひし形に展開きちっとできたらもうそこまでで多分手術に必要な監視操作はほぼ入ってると思うので、鶴まで完成に行くまでに5分が一つの目安かな。そのひし形にするとこまで5分で行こうと思って3分半ぐらいになってるので、それも十分なスピードだと思いますね。何羽折るかっていうのはもう個人差あるからわからないから、でもなんかその1000羽ずるっていうぐらいだから1000羽折ったらってちょっと思ってる部分もある。だけどそれには膨大な時間かかることもあるし、それが必須だとは思わないけど、そんな感じですかね。どのぐらいですか。100ぐらい折ったら嬉しいから1回100折ってみたらと思います。そうですね。まず最初の目標として100っていうのは結構いいのかなと思います。そうですね。その次は1000が目標になっていくっていうところがあるでしょうか。そうですね。そうです。ありがとうございます。そうですね。これから始める方に向けてメッセージなどありましたらお願いします。そうですね。これ折り鶴が目的じゃないんですよね。それもすごい大事にしなきゃいけないことで、折り鶴っていうのは監視操作とか手術主義を習得するための手段なので、この折り鶴が肌に合わないと思ったら別の方法でも何でもいいから、その手技を習得する手段をちゃんと見つけた方がいいと思います。で、手術に必要なことって手技じゃなくて解剖の理解とか、要は知識、その手術に
その自分がやろうとする手術に対するいろんな知識がまずいって、それから目の前にあるものからそれをこう感じ取る洞察力みたいのがあって、その2つがかなり大きなウェイトを占めるので、それを確実に遂行するための技術だと思うんですよね。だから例えば戦略とかプラン、戦略とかその全体を見るのって別に監督とかコーチでも実はできたりするけど、僕らはあくまでもプレイヤーだから、プレイヤーとしては技術がないとかね、そういう意味の意味合いぐらいに考えて、ぐらいっていうかそれも大事なんですけど、だからこれができるから手術ができるってことは絶対ないと思ってるので、練習してほしい。で練習の一つの手段として折り鶴は一回試してみてほしい。その代わり100とか、たくさん折らないとその良さは分からない。だけどその難しいからスモールステップの積み重ねにして分割してもいいから、まずその楽しさを楽しいなと思うレベルぐらいまでいってほしいんだけど、でも合わないと思ったらやめていいよって感じかな。はい、強制するものではないですけど、そうですね、素晴らしい練習ですっていう、僕もとっても思います。やってる人たちはみんなそう思ってるんですよね。はい、ありがとうございます。あとはちょっと脱線する話かもしれないですけど、先生明日マラソンをされて、あちこち各地マラソンされてたり、あとはソロキャンプなんかもされて、非常にすごくストイックな方だなっていう印象を受けるんですけどそういった趣味とか、そういったものと関わりがあれば、そういった折り鶴の練習もかなりストイックされてると思うんですけど、そういったことを伺ってもいいでしょうか。関わりあるのかな。でも性格にもよるじゃない、だからソロキャンプはね、コロナのせいでマラソンの大会がなくなっちゃって、やることなくなっちゃった時にちょっとやってみようかなと思ってやってみて面白かった。でソロキャンのテーマは何もしないっていうのがテーマで、いろんなものを持ち込まない。だからぼーっとする。何もしないっても料理はしたりとかお酒は飲んだりするけど、基本的に凝ったことをしないっていう、ぼーっとするのがテーマ。最初は iPad 持ち込んで絵描こうと思ったんだけど、Apple Pencil 落としたら砂鉄がつくのようにしてダメだと思って、それでもう絵描くのはやめて、でどうせ酒飲んで夜なんかぼーっとするからもう何もしない。だから寝る時も8時ぐらいに寝ちゃうし、そんな感じでやってます、ソロキャンはね。で今マラソンが再開されたからソロキャンやらなくなっちゃったんだけど、マラソンはなんだろうな、なんかあれ走ってると頭真っ白になって嫌な気持ちが全部抜けるんだよ、あとはその各都道府県に行く理由ができる。なるほど。観光って難しくて僕にはかなりハードル高くて、そこ行ったら何しようと思って、その観光地とか列挙するとなんかこう取捨選択するの大変でしょ。そうですね、なんかやり残した感出るじゃん。マラソンってそこに一回走れば終わりだから、目的がそこに行く目的が明確になって、他のそれを走るためにその他全部例えばお酒飲まないようにするとか、いろいろこう全部こうそぎ落としてものを考えるようになるから、ものを考えなく簡単になるので。なるほど。いやすごいと思います。そうそんなに走れないというかいや僕逆にそんなに筋トレできないんでこんな感じです。明日はどうかな、天気寒いかね、わかんない。寒そうですけど雨が降らないといいですね。今降ってますけど、こんな明日大切な大会があるので立ち寄っていただいて本当にありがとうございます。僕なんか先生の答えの質問にちゃんと答えてましたか？そうですね、はい。今ほとんどのことを話してると思いますけど、何か逆に話しておきたいことってありますか？僕でもその1回神の手チャレンジ1回休もうと思ったんだけど、休んだ時にでも先生が出てきて再開しようってちょっとこの負けたままでいられない僕何回も前も言ったかもしれない、神の手チャレンジとか折り鶴を折っててこいつすげえなって思ったのは先生と小笹先生とあと矢田部織の矢田部先生これが全く僕にはない発想から来ることをするからすごいびっくりして、それだからこういうみんなでやるのには意味があるなと思った。畑中先生もむちゃくちゃうまいし、練習量であれできるのは練習って多分他の練習いっぱいしてるから結局
他の練習とも全部つながってると思うんだけど、あの数であのタイム出せるのはすごいな。世の中すごい人いっぱいいるんだけど、野田先生の最初の折り方見た時は衝撃。ありがとうございます。びっくりした。今日もびっくりしたけどこの硬い紙でこんなに綺麗に折るんだっていうのは一応伝えた、はい、ありがとうございます。じゃあ時間もちょうどいいぐらいですかね。このそうだね、はい、収録は一旦終了にしていただきます。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。うまく取れたかね。そうですね、十分量は取れ高としてはあるかと思いますので、